不動産屋さんの階段です。霊感の強い方はやはり周りから怪現象などの相談を受けることが多いようですね。これは私の霊感の強い友人のマサルさんから聞いた話です。今から20年ぐらい前、マサルさんと私はニュージーランドで知り合ったのですが、彼がニュージーランドにいた時にマサルさんのお母さんがある相談を受けたそうです。それはオークランド市のほぼ中心街にあった病院なんですが、お母さんの友人はその病院に勤めていたそうです。どういう相談だったかというと、友人は病院では夜遅くまで働いているのですが、深夜になると突然パソコンがシャットダウンしたり、机や椅子が勝手に動くというのです。いわゆるポルターガイスト現象です。ですから霊的なことの可能性が大きいので、お母さんに原因を突き止めてほしいということでした。ちなみにマサルさんの霊感はお母さんから受け継いだものだったんです。そこで霊的なことはお母さん自身だけでなく、マサルさんが一緒の方が相乗効果でよりわかるので、お母さんはマサルさんを現場に連れて行くことにしたそうです。病院の建物は5階建てで、日本でいうところの1階と2階が一般の事務所仕様になっており、3階から5階が病院で入院施設もありました。ですからマサルさんたちは3階から5階をチェックすることになっていました。まずその建物の正面に立って病院を見上げた時、マサルさんは少し懐疑的だったそうです。普通何かある建物の場合、外からでもわかるそうですが、その時は何も感じませんでした。ただここに来るまでの間、何か嫌な予感はずっとあったそうです。そこで2人は早速建物に入ってみましたが、平日のお昼前とあって、建物内の人もまばらで静かだったそうです。入り口付近ではマサルさんもお母さんも何もおかしなことは感じませんでした。でもお母さんの友人の話は確かに信憑性があったので、何かはあるんだろうと思い、ゆっくり3階から見ていくことにしました。マサルさんとお母さんは霊障を引き起こすものがあれば近づくとわかるので、まずいと思ったらすぐ逃げればいいくらいに軽く考えていたそうです。1階の正面玄関近くにエレベーターがあったので、それに乗って3階の病院施設に行くことにしました。そして2人はそのエレベーターに乗り込みました。そこは何の変哲もない四角い空間でした。そしてゆっくりとドアが両サイドから真ん中に閉まっていき、最後の隙間が閉まった瞬間、目の前が真っ赤になったのです。エレベーターの中が一瞬にして真っ赤に変化していました。マサルさんもお母さんも予期せぬことであっけに取られ、血の気が引いていったそうです。マサルさんは私に、それはまるで赤いセロハンを通してみたように、中が血のように赤くなったと言っていました。マサルさんもお母さんも、これはやばい、ここから出なくてはと、即次の2階のボタンを押し、扉が開くと2人は逃げるようにエレベーターから脱出したそうです。ところがその2階に出た瞬間、まるで今のことが夢だったかのように日常の普通の世界に戻っていました。そこにあるのは平穏な明るいオフィスフロアの廊下でした。2人は狐につままれたような気分だったそうです。そこで降りたついでに2階を調べて回ったのですが、特におかしなところはなかったそうです。2人は少しほっとしたのか、病院のある階のうち3階だけ見て帰ろうと決めたそうです。そこでまたエレベーターに戻ってみると、何もおかしなことはなく、安心してそのまま2人は乗り込みました。するとドアが閉まった瞬間、グレー一色になったそうです。今度はエレベーターの中がグレーのセロハンを貼ったようになりました。2人は呆然としたそうです。そしてエレベーターがスッと動き出した時です。背後に女がいたのです。その女に気づくと同時にバンとエレベーターのライトが切れて、
真っ暗になりました。わずかに足元の非常灯だけが頼りなく点灯していたそうです。この時ほどエレベーターに乗り込んだミスを悔やんだことはなかったそうです。すると突然、後ろの女が「あー」と低いうなり声を出したのです。二人は早く3階に着けと祈り、そのうなり声が止まらない中、やっと3階に着きました。するとドアが開くと同時にパッとエレベーターの中のライトもついて、女も消えたそうです。二人は飛び込むように3階に脱出しました。3階も誰もいない診療室の廊下で、明るく静かで何もおかしなことはありませんでした。また我に返った感じの勝さんとお母さんは、もう長居は無用、早くここから出なくてはと思いました。エレベーターはこりごりでしたので、階段を使って下に降りることにしたそうです。その3階のフロアの構造なのですが、真四角な空間の真ん中にいくつかのクリニックや診療室があり、その周りをぐるっと一周する廊下になっていました。そこで2人は階段を探そうと、その廊下を半時計回りで歩いていきました。しばらく行くと出口の階段のサインが見え、2人はほっとしたそうです。そして2人がその出口のサインを通り過ぎた直後、一瞬にして真っ暗になり、辺り一面暗幕がかかったようになりました。すると前方からたくさんの何かがゆっくりと勝さんたちの方向に迫ってきたそうです。それは明らかにこの世のものではなく、たくさんの数の亡霊だと分かりました。もう前に進むことはできません。ところが2人は同時にスーッと背筋に氷が走ったそうです。後ろにあの女がいるのです。女の「おー」という低いうなり声が背後から聞こえてきました。女は自分のお腹を押さえながらうなり続け近づいてきたそうです。勝さんたちはまさに亡霊たちの挟み撃ちになってしまいました。もう亡霊たちが待ち受けている階段の方に行くことは絶対できません。2人はとっさに振り返り、後ろの女とどこでどうすれ違ったのかわからないまま、無我夢中で引き返してエレベーターに逃げ込んだそうです。もう選択肢はありません。一か八か覚悟の上でドアを閉めました。すると不思議にも、もうエレベーターの中でおかしな現象は起こらず、難なく無事に1階に降りることができました。外に出た時、2人は現実の世界に戻ってきたことで胸をなで下ろしたそうです。後日、お母さんの友人から聞いた話では、勝さんとお母さんが病院を訪れた日からちょうど1週間ぐらい前に、ある女性が難産の手術で亡くなっていたそうです。ですからあのエレベーターの中に現れた女は、ひょっとしたらその女性の霊だったのかもしれないということです。またあの廊下で鉢合わせになった亡霊たちの集団は、勝さん曰く多くが女性に感じたそうで、おそらくはその病院が建てられる前にあった施設で非業の死を遂げた女性たちの霊ではないかと言っていました。ただ妙なことは、その建物すべてが霊の影響を受けているわけではなく、ところどころに分散した特定の箇所のみで心霊現象があるのです。勝さんはそれはきっと中途半端な除霊をしたか、たまたま病院の間取りがある種の厄除けになった部分が偶然できたからではないかと最後に言っていました。ホラー映画顔負けの恐ろしい体験って見える人にだけ本当にあるんですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。